締め日前の時点でもう今1億突破してるんですよ、売り上げが。カットがあるかなと思って挨拶回るふりして偵察してます。神様なんかいないよ、全部実力だからね。もう誰が名前になってもおかしくないっていうとんでもない状況ですね。バチバチの男たちの戦いが始まる。感情が入り乱れた夜を3回にわたってお届け。孫さんカメラ向けてよ、逃げんなよ。欲望を魂を焦がして。歌舞伎町にある何かとお騒がせするホストクラブ、ローランドの店、くせ者揃いのザクラブ本店。この日は月の売り上げナンバーワンホストが決まる締め日営業。戦いの火蓋が落とされようとしていた。もう入って7ヶ月目です。はい。先月ランク入りしました。8位でした。すごい感動したよね。はい、ちょっと大成長かましてますね最近。結構2月は総じてに抜けることできて。抜けたんだ。そうですね、2ヶ月目で抜けて先月11位だったんで。11だったんだ。ちょっと今月、今日ちょっと何倍で目指してますね、正直。何倍って先だ。はい、今日来られます。ラストオーダーはさいつもよりも早いんだ。新人ホストたちが意気込む中、落ち着き払ったこの男。やることはやった。まあ今日本当3人のね戦いだからやるっきゃねえな。勝ちに行くよ。最後の追い上げよかった。ありがとうねマジで。雑魚どもは蹴散らすだけ。彼は現在この店のナンバーワン徳川隆一。元ホームレス、元横浜のホストクラブ代表。荒くれ者かつ切れ者。この店に殴り込みをかけ、瞬く間に幹部に出世した。ナンバーワン取りたい。いやもちろん。俺1月2月ナンバーワンで今月取ったら V3 なんですよ。なんでちょっとそこ外せないなと思って。なんか俺の中で美学があって、ナンバーワンって3ヶ月連続で取ってやっとナンバーワンと俺思うんですよ。だからやっぱすごい大事だな。でも今回強いっす。彼のケツに火をつけるのはこちらの男。今や韓流気取りだが、前職は JR 車掌の颯太。ローランドの店から8割のホストが退店した時もここにとどまった。こう見えて硬派。45番目でした。ありがとうございます。実はナンバー2です。今日狙ってますよマジで。めっちゃ投げ銭込みでマジでみんなトントンぐらいなんですよ。みんな100万も差がないみたいな。だからもう本当ここの姫様のその砂繰りの勝負みたいな感じですけど、なんかナンバーワンのなんかちょっと荷が重そうなんでちょっと引きずり下ろしてちょっと楽にさせてあげようかなと。しかし今日は一択で370ぐらいです。いやでも隆一さんが何択だろうな、23択何とも言えないな。この日指名客1人が支払う金額にフルベットし、締め日を乗り切るつもり。不安は多い。そして三つどもえの戦い、ダークホースはこの男。ロマネではなく、そうワイレット言ってたし、してみたわ。勝負服にしてみた。赤で。どこかで見覚えのある素朴な顔。このチャンネルのヘビーウォッチャーならピンとくるのでは。えぐみよ30。今やホスト界隈では常識となった投げ銭。オンラインホストの先駆者だったのが2022年年間売上 1.7 億を売り上げた旬。
そんなシュンとは生活を共にし、配信や動画制作を手伝っていた、いわば付き人的存在がいた。やめたら俺は人間不信になりますそう、彼こそが今回の目玉ジャガーである。ジャガーは夜の街で長らく息を潜め続けた。ちなみに源氏名の由来は、田舎臭い顔立ちがジャガイモのようだったので黒崎店長が命名した。彼はローランドが在籍していたホストクラブプラチナで働くもわずか1年半で辞職。さらに、すいません、あれ、ちなみにあれジャガさん？あ、ジャガですジャガ？お久しぶりです。ジャガさん？お久しぶりです。ジャガなんでここにいるんですか？その2年後、歌舞伎町の巨大箱ハーレムで再会。プラチナ本店。プラチナは1年半働いてて、はで辞めたんですけど、その後昼のお仕事で普通に頑張ろうと思ったんですけど、はいはいはいいきなりちょっと行ったことない滋賀とかの田舎にはい。働きに行ったんですよ。なんか機関工みたいな、へそういう仕事にまた戻ったんですけど、はい退屈すぎて、はい。その1年間昼のお仕事やってたんですけど、うん1年で 4,5 回ぐらいはい。転職みたいなして、ああ、結局ホストに戻ったんだ。結局そうですね、戻ってきて、なんか戻ろうかなって思ってる時に、はい。なんか黒崎店長から戻ってこないかみたいな、ちょうどお声掛けをいただいて、まあ面白かったし戻ろうかなみたいな。しかしこのインタビューを最後に再び夜の街から消息を絶った。道端で瀕死状態のジャガー。そんな彼を救ったのがシュンだった。僕の誕生日の時にしゅんさんがお祝いで買ってくれて。しゅんさん、セリーヌとかくれるんですか？いや、そうなんですよ。でももうこのカバンで匂わせしてるじゃないですけど、なるほど。はい、僕たちはもうカバンでもつながってんだな。いや夢ありますね。いや、そうですね。ホストを辞めてまさかね、はい、セリーヌのカバンもらうなんてね、思わないですよね。しかし手負いのジャガーと売れっ子シュン、その濃密な日々は1ヶ月も続かず、飛んだ。不義理から2ヶ月、しれっとジャガーが出没。エリさん、B2 の卓抜けて、しゅんさんにまんべんなく回ってもらったんで、次、じゃあ C4 ですね。あとは高額入ってるんで C4。はい、次 C4 で。それは店舗対抗売上バトル。シュンのサポート役としてホスト復帰。ただ次の日にはお決まりの失踪。もはや存在すら忘れかけた今年1月。立って。新しく入った方々、一人ずつ、順番に、名前と意気込みをお願いします。お分かりいただけただろうか。本日から、お世話になりますジャガーと申します。よろしくお願いします。僕は、ホスト業界 3回目の、挑戦で入店させていただいたんですけど、ローランドグループを通じてしゅんさんに出会うことができて、すごくなんか人間としてすごく成長できて、そういう成長できたのも、どこか不気味なふてぶてしさも垣間見える。シュンはかつてそこに自分を重ね合わせていた。結果を出してグループに貢献できるようなホストに成長していきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。3度目の復活を遂げたこの男、一体なぜ戻ってきたのか。なんでやっぱ心残りあったというか、
ね。だからさっき3回目って言ったんでした。あ、そうですね。びっくりしたマジで。一回飛んで、まあ自分のなんだろう、なんか大きな企画ないと変われないなみたいな感じでお遍路の旅をやったんですよ。四国の。だから1400キロ歩く旅なんですけど、それでなんか人の優しさにいっぱい触れて、やっぱりなんか人と接する仕事いいなみたいな。そのやっぱ接客業、ホスト究極の接客業って言われてる職業であるし、そこをやっぱりなんか自分の納得のいくことを形にしてから次のステップ行きたいなみたいな。とはいえホスト歴は長く、有志やあのおしぼりくんと肩を並べる。この店でも再び末端からのスタートだ。だから内勤の手もあるじゃん。だってまあホストそうですねのことすげえ知ってるから。ああ、まあそうですね。そういうのもあるんですけど、やっぱりかっこいいじゃないですか、結果出してるって。なるほどね。自分もそうなってみたいなじゃないですけど。今いくつ？ 27ですね。ああ、でもまだ27なんだ。いや、まあもうですけど、なるほどね。まあそんな感じで入らさせてもらいました。はい、頑張ってください。そして今月お遍路効果なのか2ヶ月間でこの店のトップ3に迫っていた。昼過ぎまで7で来れるのか、10で来れるのか、5時で来れるのか分かんなくなる。あ、そうだ。めちゃめちゃ嬉しい。もう毎日花園神社行くしかない。もう正直まあ悔しいんですけど、まあ、龍一、颯太、ジャガーの、まあ、戦いになっちゃうなっていう、もうほぼ僅差で、もう誰が何倍になってもおかしくないっていうとんでもない状況ですね。テーラーメイドに身を包み、今ジャガーの本能が目覚めた。1ヶ月でもう正直見抜けたと思う。抜けて2月ももう両方でナンバー4ですよね。4月も2月もナンバー入って、バースデーイベントもあって、でまあ目標バースデー月で1000万オーバー目指してたんですけど、まあそこでもうすでに超えてるんですけど。あ、もう1000超えてるの？超えてます。いや、なるほど。マジで頑張れば。はい。いや本当になくはないから。いやそうです。先生、お邪魔して。ああ、もうありがとうございます。売れっ子のオーラが。人生は報われるをテーマに。いいよ。おー、寝てないやろ。寝てないよ。やばいね。次回三つどもえの戦いが始まる。この業界今や CIA 顔負けの情報戦。ジャガーさん3択だ。うわ、また来た。人形を持ってきて俺の匂いをつけてほしいって。だから俺がいない時にこれを嗅いで安心するっていう。